一丁取りますか。よし。映画班長の班長小判をしゃあやってこげ。一人なの？一人は遅刻中です。遅刻？はい。あ、来た。どうしようかな。とりあえずあれっす。何作る？唐揚げとラーメン湯がいて、うん。つゆをどうしようかなと思って、水。汁っす。ラーメン用のスープを新しく作るか、石狩鍋あるんですけど、それに入れるかどうしようかなと。とりあえず僕は唐揚げ作るんで、友達さんはこっちで油とかの準備しといてほしいです。油？はい。いいよ。そういうのさ、なんかヌーさんになんか引いたりとかするの？でも作って、できたの味見してもらって、これとこれとか調味料何々足したりとか、揚げ方とか教えてもらったりはたまにします。教えてくれる？はい。基本は美味しいって言ってくれるんですけど、なんか足した方がいいよの時とかは言ってくれますね。あとはもう実家でお母さんとかおばあちゃんが作る唐揚げ見て、勉強してんの？はい。あ、そう。結構見てたんで、作るとこは、それちょっと真似したりとか。俺も一緒に切ろうか。いや大丈夫っすよ。なんで？二人は福岡でなんか飯とか行ったりしてないの？2人でってことですか？二人はないですね。でもここの2人と、プラスで、俊太とかと一緒だったら、本当に最後の千秋楽の日に帰ってきて、ご飯食べるってなった時に、宿舎の前のラーメン屋に行ったぐらいですかね。俺もいたな、それ。言ってるじゃないですか、そのエピソード。いたよ。それを言ってるんですよね。いたよ。ぐらいですかね、本当に。で、日曜終わって千秋楽で、何曜日に帰ってきたの？東京に。火曜日です。火曜。月曜は何してたの？月曜日は掃除したりとか、1時ぐらいに、荷詰めのトラックが来たんで、それ荷物乗せたりですかね。あとはもう休んだりとかですね。やっぱもうそこのラーメン好きなんだね、みんな。はい、美味しいんで。うまい。ケイガはまだでかい怪我とかしてないの？特にそんな大きな怪我はそうですね、あんましてないですね。膝にでもサポーター巻いてるじゃない？はい。あれは入門する前にやったやつなんで、入門してからはちょこちょこ怪我するぐらいで、特に大きな怪我はあんましてないですね。だってこれだけでかい人たちがさ、思いっきりぶつかり合うとさ、それは怪我するよね。します。怪我と付き合っていかなきゃいけないよね。はい。僕は本当にそんな大した大きな怪我はしてないんでいいですけど、それこそやっぱ大輝先輩のあれ、見ててもうわーとはなったんで。あれは現場いたの？いや、現場にはいなかったですね。僕部屋で見てたんで、僕部屋付きで、帰ってきた時、その着替えとか、使ったものの洗濯とかをやるので、部屋で見てたんですけど、倒れてしばらく起き上がれなかった時はもううわーと思ったっすね。どこかをやったなって感じだった？どっか怪我したなと思って。そうだね、ぺちゃんって座って動かなかったもんね。それでしばらく経った後にジャスから LINE 来て、病院行きますって言われて、やっぱかと思って、で待ってたんですけど、しばらく帰ってこなくて、もう夜っすね、何時だったかな、8時ぐらいですかね、にもうすぐ着くって言われて、行ったらもう足だったみたいで、
帰ってきた時足引きずってたんで。杖とかだったの？いや、杖はしてなかったです。片足引きずってたみたいな。はい、もう担架に運ばれる時がもう一番あれじゃないですか。もう顔両手で押さえてたんで、もう本当に悔しかったんだなって、それ見て思ったっすね。そうだよね。はケイガはその怪我しないようにこういうことをしてるとかなんかあるの？いや、寝る前に軽く膝周りのストレッチしたりとか、あんま本当にやってないですね自分。まあ、でも膝にテーピング巻いたりは結構します、ガチガチに。まあ、あとはサポーターが、ついてる針金がちょっとでも、緩くなってたりとか、古くなってたらすぐ直してもらうとかぐらいですかね、体にいいんで。肉すっごい量だ。お、結構入れたね。ニンニク肉も多いからね。はい、みんなあればあるだけ嬉しいじゃないですか。で、ごま油入れます。これは出野さんに教わりました。なんか測ってんの？それなんかそれでやってるけど。測ってはないですけど、ドバーって出しすぎるのも怖いんで、僕はこれでやります。はい、こんぐらいで。お酒？はい。下にあるんじゃない？ちょっと入ってないですよ。取れない。こんなもん。ストップ。あです。叩くでね。はい。で、デルマさんはこれに小麦粉も確か混ぜてた気がするんですけど、小麦粉あるかわかんないんで、片栗粉だけでいきます。はい。場所中はさ、ちゃんこ番ってどういう風になってんの？まあそうですね、場所中とかなんで、昼のちゃんこの時は、もしその場所がある日でかぶってたってなると、あまりにも人数がいなかったら、空いてる班とか、あとその場所でその日に場所がない人とかに、ちゃんこお願いしていいとかお願いして、そこの班と昼交換するから変わってみたいなことはありますけど、夜は基本その班がやるんで、強いて言うなら昼にその班がほとんどいなくて変わったりとか、そこで順番が変わったりとかはします。見るとき作る量も一緒？作る量も変わんないです。昼はちょっと減るぐらいですかね。減るんだね。ちょっと少ないぐらいです。大体は作るんですけど、4皿いつも作ってるじゃないですか。1皿減らして3皿とか、そのいる人数で場所行ったりとかしてるから。帰りが遅い人とか、例えば付き人ついてる小竹山さんとか、ジャスティンとかは帰りが遅いんで、その分抜いたりとかはしてちょっと減らしたりはします。さほど量はあんま変わんない。入れます。下にくっついてるっす。でも美味しそうだね、唐揚げって。唐揚げ美味しそうっすよね、揚げたて見ると。この猫ちゃんの帯はどうしたの？これ僕自分で買いました。あ、そうなんだ。はい。これね、博多帯っていうの？これは柄帯。柄帯？はい。博多帯って何？博多帯はこの線がこう横にずらーって並んで。あれが博多帯。はい。博多帯は幕下から。幕下から？はい。でこれが無地の無地帯？はい。無地帯は序二段まで？序の口から序の口序二段が無地帯？はい。3段目でもつけてる人はいますけど。3段目からこうやって柄がつけられる？一応つけれると。やっぱ効果もじゃあ早く柄帯とかつけたいの？
まあそうっすね。格好はつきたいな。まあ、3段目からあとセッタがあるんで、いいな、セセッタッタ。じゃなかったら何履いてんの？草履です。草履？草履とか、他の部屋だと下駄とか。まあ大体みんな雨の日とかは下駄履いたりしますけど。下駄かっこいいね。いい感じに上がってるわ。カリカリ。はい。僕カリカリが好きなんで。カリカリうまいよね。ポテトもカリカリがうまい。はい。でもコンソメ味とかだと、僕シナシナしてる方が好きかもしれないです。そうなの？はい。コンソメはシナシナしてるほど味が染みてると思ってるんで。ああ、イメージね。はい。実際は一緒だけど、一緒だけど、イメージね。そう思い込んでるだけかもしれないです。ケイがまだお見舞い行ってないの？はい、行けてないんですよね。明日ジャスティンと一緒に行こうと思ってたんですけど、今日行っちゃったじゃないですか。どうしようと思って。昼食べた後とか？はい。行けたらいいなと思ってたんですけど、行く言うと。一緒に行くっすいいよ、俺。行く？か？はい。そしたら明日聞いてみて、友達さんと一緒に行きます。コウはと一緒に行くの？はい。まあ誘われたんで、行くって聞かれたんで、行きましょう。珍しく誘われたっす。いつも誘ってる側なんで。なんかちょっとしたもの差し入れできたらなと思って。でも何が喜ぶのかなと思って。いや、今日の直樹さんたちはちょっとね、話を聞いて、僕最初ヨーグルトいいかなと思ったんですけど、冷蔵庫あんま入んないじゃないですか。あそこ冷蔵庫ある。ちょっとちっちゃめのやつじゃないですか。病院はね。病院って一人暮らしで使いそうな。そうや。あんま入んないなと思って。で、いざ何持ってこうと思ってずっと悩んでます。だって全部こっちにあるし、シェーカーとかも。いいんすか？なんだこいつ。まず食感。次にまあ火通り。で次に味。うまいな。あんま変わってないっす。最後に飲み込みやすさ。関係な。とか言う。言った。これダメだ。次に直せ。はい、わかりました。そうや。うまい。すごく美味しい。若干薄い気がする。ばあちゃんから天竺教えてもらおうかなと思って。天竺って知ってる？あれじゃないですか。ご飯の上に卵乗ってて、あんかけのあんのして、なんかグリーンピースとかカニ乗せてる。天竺ってどんなんか知ってる？多分違う。なんか違えんだよ。うちの言ってる天竺とそう世界の天竺なんか違えんだよな。うちの言ってる天竺もなんかドロッとした感じで、まあ色はまあなんていうの、濃いカレーじゃなくてなんかもうちょい茶色的な感じで、おばあちゃんはサラサラ系なんだよ。でもその親戚のおじさんの息子さんいるやん、その人はドロドロ系作るのよ。で俺ドロドロ系がめっちゃうまかって、いやもう今度だからもう年末来て一緒に作ろうかな思ってる。いいじゃないですか。それでこっちで作れるようになったら、作れるようになったら作れるレシピ一つ本当にうまいからもうびっくりした俺も。味濃すでも濃い人限定かもしれん、もしかしたら。俺こういうの好きっすよ。これ好き？うちのね日頃的にさ全体的に味濃いからさ、ニンニク醤油とかも大体毎日出るからさ、チヂミとかたまによく出てるし、うまいね。チヂミうまいっしょ。チヂミ好きっす。好き？師匠たちと一緒に食べた焼肉屋のチーズチヂミうまかったっす。チヂミうまいね。実家帰るのちょっとね、去年はね友達と遊びすぎた。ちょっと家族との時間をちょっとあんまり過ごすってないかもしれない。俺大体家族と一緒に助けるんだけど、申し訳ねえと思う。なんかみんな友達遊んだりするけど、俺友達誘う前に家で家族と過ごしちゃう方が多い。今回も帰省したっすけど、俺友達と遊んでないっす。遊んでない。家族大事ですね。一日は遊んだかも。
1日ぐらいよね、まあまあ。友達と温泉行ったりカラオケ行ったりしてます。俺さ、去年さ、もう4回ラーメン屋行ったからね。4日連続だ。違う、4日連続行ってる。なんで、その中の1日がもう昼料理行ってるから、家の飯あんま食ってねえんだよな。申し訳ねえよ。かわいそう。入れます。もう3分で茹で上がるってこれ。いやいや、いやカップ麺だよ。今回栃木の帰省で師匠のお土産那須牛かなんかの那須牛、ああ、はいはい、牛ね。なんかの牛の、うん、あれビーフシチューとカレー1パックずつ。おい、俺とかぶってるって。マッサー牛ビーフカレーがカレーやったの。でも今回僕俺毎回食ってるもんそれ、帰省地してる時で。師匠一応ね、美味しいって言ってくれるけど、ちょっとそろそろ変えようかな。変えた方がいいかな。同じもんばっかじゃない。ちょっと俺最近ラーメンラーメン買ってんの？何ラーメン買ってんの？醤油やばいぞ。それ箸置いたらダブルですよ。やっと俺妹と会えるかも。初めて。年末でうん。生まれて1年。あなた誰って。喋んねん。まだ喋んねん。いや、顔がそういう顔するかもしれないです。あなた誰みたいな。そしたらなんて言うんですか？おじいちゃんだよ。お兄ちゃんだろうな。大おじいちゃん。おじさんだよ。やめて。わかんないよ。喋れるようにはなってて、この間のジジイって言うかもしれないです。ビデオ通話で、はお兄ちゃんだよってふざけたら笑ってる。あ、笑った。お母さんもびっくりして、俺笑ってるよって。大きいビビ来たよって。い。大きいジジイ来たよ。じいじ言うな。違うんすか？違う。じゃあ誰ですか？お兄ちゃんやって。効果音付き。いいね、これ食感がさ、博多ラーメンっぽくて好き。細麺俺最近好きだわ。もう僕細麺派なんですよ。僕まだ普通のラーメン、博多ラーメンぐらいしか食べてないです。あと家系と。俺こっち来て初めて食った家系は。僕も初めて友達さんに連れてってもらった食べた。あ、そうだ、俺か。あそこの。でも名古屋行ってからもね、師匠とね、いろんなとこ行ったんだよね。エビのエキスを注入したラーメンとか。名古屋の思い出って言ったらやっぱ友達さんと師匠と行った蕎麦屋さん。あー、そこうまいね。あそこの蕎麦美味しかったっす。そこうまかったな。全然食べれなかったけど。なんだ、ごま油つけるか。そんないらんやろ。油っこいのあれでしょ、今。油っぽいですか？唐揚げがもう油っこいやん、もう。ちょっと胃に優しめでいくかね。もう俺ラーメンは一切責任負いませんからね。あ、いいよ、全然俺責任負うよ。怖いんで。あ、いいよ。やっぱ覚悟のつけ方お前教えようか。腹決めればいいんだよ。いや、大丈夫です。覚悟決めた。よし、いける。替え玉欲しい人。はい、硬さは。あ、バリ方で。はい、バリ方。やわめで。やばめ、はい。他のお客様はバリ方固めで粉落とし。そのままで。そのまま普通固め。そのままで。頭か。はい、完成。いやー、いいね。唐揚げいっぱいあるね。いいね。はい、3キロあるし。ただいまの現在5時41分。これかは見てみたい。ありがとうございます。ありがとうございます。もう足パンパンす、今日のトレーニングで。ああ、久々のトレーニングで。はい、足と腕がもうパンパンす。じゃあ場所休みになんか1回ぐらい挟めばいいじゃん、トレーニング。水曜あたりに。いやどうしても休みの日になると運動はちょっと嫌なの。あ、そう。幕内力士とかもそういうもんなのかね。どうなんすかね。狼雅関とかどうなんだろう。やってそうじゃね？
やってそうですね。ね休みの日あんま見ないんでわかんないですけど、やってそうな感じがだって旅行行ってもやってたんでしょ、筋トレ。ああ、してました。言ってました。函館でね。確かに。はい。やってんじゃないみんな、やっぱそういう人って。なんだ。こっち側が今揚げたやつなの。一番熱々で美味しいですけど、やけどするやつです。友達に自慢できる。お兄さんポケモン博士何でも聞いてきていいよ、それ言って。なんなんお前。おじさん、ポケモンのことがわからないの。どこ何が知りたいのかな。おじさんいつになったら結婚するの？いいポケモンのこと聞いてこいよ。ポケモンじゃなくて俺のこと聞いてくんだ。見た目おっさんじゃないです。まだ19。でも見た目はおっさんじゃない。19とは思えない。 19やまだ。だって18ですよ。いやお前わかんねえなマジで。年齢わからん。だって僕小学校5年生ぐらいの時に高校生だと間違ってたり。そうです。俺この間あれジムでさ測ったのよ、体のやつ体重とかいろいろな部分とか。はい。体型年齢っていうの26歳と。なんとあた65歳。鍋あったかいなら持ってっていいよ。おおすぐ。いや置いといていいよ。鍋だけでいいよ、持ってくの。唐揚げ持ってっていいよ。俺も焼いてよ人前で。急に元気なかったこいつ。大丈夫かな。よし。稽古の唐揚げはどう？うまいっすね。うまい。強いて言うなら。強いて言うなら。でも全然うまいっすよ。僕の好きな味してます。どうだった？
この狼牙石の反物はさ、全員もらったの？全員ですね。あ、そうなの？はい。じゃあみんな持ってるんだね。みんな持ってます。勝ち越しおめでとうございます。おかげさまですおーってなったね。3勝、4勝、5勝、6勝って。まあでも優勝できなかった。最後ね。強かったです。強かった。自分じゃまだ勝てないんで勝てなかったです。毎回当たってる？はい、同期なんで。今これから体作ってまた挑戦できればなと。まあとりあえず勝ち越し。ありがとうございます。髪も結構伸びたね。伸びました。ね。まあ来場所もまあやることは一緒なんで頑張ります。来場所もジョン・ニータン？はい。そっか。今年の最後はすごく売れたんだ。よかったです。人が良かったですね、九州の方は。あ、そうなんだ。はい。めっちゃ人多くて、皆さんに声かけていただいたので、頑張りました。頑張ってください。ありがとうございます。ちゃんと1時間くれるでしょ。ちゃんとした話で。そういうのをやったんですか。お前のブロッコリー意識せねばいけない。冷凍ブロッコリー10袋ぐらい入れると
今日のことに鶏肉とパスタをパック丸々と豚スライス全部負け越しちゃったね。はい。まあちょっといやー最後ちょっと残念でしたね。やっぱ3-3で、まあやっぱこれ糧にして次こそ絶対勝ち越せる頑張ります。課題見えた。そうですね。はい、前行くと足を前に出したりとかですかね。そこが全然できてないんで、稽古中にもっと出せるように頑張ります。頑張ってください。はい。はい。勝ち越し。ありがとうございます。戻らないです。あ、そうなんや。はい、5番だったら戻ったんですけど、足りなかった。一番足んなかったです。全然で年越し。年越しです。戻りたかったんですけど、負けちゃいました。いや、悔しいですね。5番、はい、勝ちたかったんで。泣いた？泣いてはないです。泣いてないです。一応勝ち越したんで。泣いた人がいる。2回泣いたんだ。2回泣いたんです。本当に青森連敗したからな。場所っすか、まあでも今年最後勝ち越したかったですけど、まあ負け越しました。まあでも怪我しなかっただけ良かったかなと思います。はい、去年の九州は怪我しちゃったんで千秋楽で体は別に調子悪くないし、稽古もちゃんとできてたんですけど、なんか調子悪かったですね。はい。あ、そうですね。予想だともう12段に落ちてました。はい。そうですね。もう3年ぶり。3年ぶりぐらいですかね。まあそうですね。結構きつかったですね。さすがに。まだ。
まあ勝てないのもそうですけど、あそこまであの番付で、あそこまで連敗すると思ってなかったんで、自分の中で、はい。の中での連敗。そうですね、番付落として、結構落ちてたんで、それで4連敗はないだろうなって思ってたんですけど、4連敗して1勝してだったんで、もうちょっとそうっすね、だいぶ落ちたところあったですね、正直。まあ自分の相撲取るだけだったんで、なかったっすね、別に心折れるとかは。あ、そうっす、相撲は、はい、相撲好きなんで。ありがとうございます。頑張ります。もう一回からやめて。やめて。教えちゃダメなんですよ。教えてるから、教えてるのワンチャン、俺がいいねってお願いできる可能性があるっていうから。よし。到着した。お上ちゃん、ようこそ。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。